ジュエリークラフトへようこそ。このチャンネルでは彫金やワックスモデリングなどジュエリー制作の技法とノウハウをご紹介しております。シンです。こんにちは。今日は真ん中の赤い石、ペアシェイプの石枠ですね。これを作っていきたいと思います。特徴としては丸線の爪2本、それから石の先端の尖った部分ですね。こちらの袋詰めと言われる石の形状に合った爪の作り方をご紹介してまいります。それと胴付けでちょっとした工夫をしておりますので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いでございます。それではどうぞよろしくお願いいたします。はじめに石座となる部分を作っていきます。平角線を焼き生しします。ちょっとピントが合いませんね。申し訳ございません。ちょっと火力が乏しいですが、初心者にもおすすめの GB2001 というバーナーを使用しております。市販のガスライターと同じようにガスボンベでガスが簡単に注入でき、ご自宅でも安心して使えます。本日ご紹介している工具や材料は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。焼き生しが終わりました。固まるのやっとこで丸めていきます。ペアシェイプの形になるように、なんとなく涙型に形を作っていきます。こんな感じですね。ねじれた時は平やっとこなどで修正していきましょう。隙間が出ないように寄せていきます。石を乗せてみて、石の大きさと同じくらいになるようにしましょう。大きすぎたらやっとこで再度調整します。小さかったら少し固まるやっとこで広げてあげてください。こんな感じで形ができました。交わったところを糸のこでカットしていきます。切り終わりました。このような感じになります。隙間があるとロー付けできないので、石留めやっとこなどで隙間が出ないように寄せていきます。この後ロー付けに入っていきます。フラックスを忘れずに縫ってください。接合面にしっかりとフラックスを塗りましょう。ローはこのロー付けが一番最初のロー付けになりますので、3ブローを使用していきます。まずローを置いてやってみますね。ローが乗せにくいときはこんな風に少し温めながら乗せてあげるとピタッとくっつきます。ぜひやってみてください。
ちょっと隙間が空いてしまったようなので、差しローでローを足していきます。ローを短冊状に切ってピンセットで持って温めつつローを刺していきます。接合面にローがしっかり流れるまで温めていきましょう。ロー漬けが完了したら余分なローをヤスリで削ってきれいにしていきます。石座の高さも均一になるようにノギスで測りながら削って整えていきましょう。外側も削って石の大きさに合うように整えていきます。ちょっと形が気になるときは固まるやっとこで整えていきましょう。いいんじゃないでしょうか。石を乗せて確認してみます。石よりも小さいとペアシェイプの先端の尖った部分が石留めの際に割れやすくなりますので、石と同じぐらいの大きさにしておきます。石を乗せた際に収まりがいいよう両方丸のヤスリで斜めに落としておきます。ペアシェイプの先端の尖った部分は高丸のヤスリで形を整えてください。先端の尖った部分と反対側の丸みを帯びた部分は石の形にぴったり合うように作っておきます。石を乗せてみて確認してみましょう。はい、良さそうですね。丸線の爪がつく位置をコンパスで描いておきます。先端の尖った部分から等間隔で両側に線を引きましょう。爪の位置に特に決まりはありませんが、バランスを見ながら描いてください。
はい、こんな感じになります。爪がまっすぐロー付けできるよう丸のヤスリで少し削っていきます。先ほど毛がいた線を目安に深さは地金の厚みの1/3程度削るようにします。はい、だいたいこんな感じですかね。ペアシェイプ先端の袋爪という爪を作っていきます。今回は厚みが 0.8mm、幅 6mm の板を用意しました。板の片側は真っ平らにしといて 1.5mm を描きます。描いたらノコで筋を入れます。地金の厚みの半分程度切り込みを入れてください。くれぐれも真っ二つにしないように注意してくださいね。はい、こんな感じになります。四角形のヤスリで溝を削っていきます。この後折り曲げるのですが、地金の1/4くらいの深さまで結構深めに削ってください。なるべく均一の深さになるように注意してください。
だいたいこんな感じですかね。平のやっとこで一気に折り曲げます。90度よりもなるべく角度を小さくしておきます。折り曲げた部分をノギスで測ってコンパスでその幅を取ってください。端からコンパスで平行線を引きます。手がいた線を残して糸のこでカットしていきましょう。ちょっとピントが合いませんね。申し訳ございません。はい、切り終わりました。こんな感じで断面が V 字型になります。切り終えたらヤスリで整えていきます。先に作っておいた石座と合うかどうか確認してみましょう。はい、大丈夫そうですね。次に丸線の爪を用意します。あらかじめ丸線をまっすぐにしておきます。爪の長さ分ニッパーでカットしていきます。だいたい 6mm から 8mm ぐらいあればいいでしょう。これで全てのパーツが揃いました。この後ロー付けに入っていきます。ちょっとパーツが細かいので今回はアロンアルファで仮止めした後腹毛線で縛っていきたいと思います。アロンアルファを爪楊枝にちょっとつけて各パーツを固定していきます。アロンアルファは熱を加えるとすぐに取れてしまいますが
仮止めするには結構便利ですので、ぜひ試してみてください。液が乾くと数秒で固まります。素早く作業を行いましょう。一旦すべてのパーツをアロンアルファで固定します。仮止めが完了しました。この後、からげ線で縛っていきます。からげ線は鉄製の細い線で、1本だとすぐに溶けてしまいますので、少しよって使います。今回は石座の形に合わせてあらかじめ丸く作っておきたいと思います。この穴に石枠を入れて縛ってあげれば固定の完了です。爪の部分にあまり力を加えるとアロンアルファが取れてしまいますので気をつけてください。こんな感じで縛っていきます。途中で取れないように石止めや床などで軽く縛り上げてください。きつく締めすぎるとからげ線が切れますのでご注意ください。余分なからげ線をニッパーで切り落とします。ロウ付けの下準備ができました。この後いよいよロウ付けに入っていきます。アロンアルファの上からで構いませんのでフラックスをしっかり塗ってください。接合面すべてにしっかりとフラックスを塗っておきます。
今回は裏からロー付けしますので、セラミック綿の上に乗せて石枠を固定します。ここまで3ブローを使ってきましたので、この段階では5ブローを使うことになります。接合面3箇所にローを乗せていきましょう。軽く火を当てながらローを置くとピタッとくっついてくれます。このテクニックはロー付けのあらゆる場面で役立ちますので覚えておきましょう。なるべく周りから温めるように火を当てていきます。特にから揚げ線で縛ってありますので、本体の温度がなかなか上がらない状態になっています。周りからしっかり温めてからローに火を当てるようにしましょう。はい、ロー付けが完了しました。から揚げ線で縛ったまま桐生酸に入れると、から揚げ線が溶けて地金に色が移ってしまいますので、桐生酸に入れる前にから揚げ線を取り除いておきます。から揚げ線を外したら桐生酸にしばらく入れて、酸化の皮膜とフラックスを取り除きましょう。下にはみ出た余分な爪をニッパーで切り落としていきます。この後仕上げに入っていきます。余分なローがあるときはヤスリで一旦削り落として、全体的に引き下げまたは紙ヤスリの旋盤程度まで仕上げておきます。以上、今回はペアシェイプの石枠の作り方をご紹介いたしました。ぜひ作ってみてください。このチャンネルでは他にもいろんな石枠の作り方をご紹介しております。ぜひ他の動画も合わせてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはウェブサイトジュエリークラフトと連動しております。写真や図解とともに記事として詳しく解説していますので、合わせてチェックしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。